師匠、4コマ漫画を教えてください。教えてしんぜよ。この作り方やれば誰でも面白く話し書けるでっていう書き方なんですよ。一つのコマの中でも場面転換を持たせるってことですそう。難しいな、敷居高いなって思ってたんですけど、楽しい。いや、どうも、声優の月城里奈です。本日もゲストに漫画家のアンジュ先生をお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。先生、今日は漫画について教えてもらえるということで、先生は SNS のバズらせの天才なんですよ。そうでございます。そうなんですよ。先生も4コマとかも書かれてるんですよね。もうめちゃくちゃ書いてます。私も4コマ書いてみたいなって思ってたんですけど、やっぱノウハウがないから、何からやっていいか全然わかんなくって、今日はこのドキドキドローイングで、アンジュ先生にバズる4コマの書き方を教えてもらいたいなと思っております。教えてしんぜよ。やったー、よろしくお願いします。お願いします。ズバリ、4コマって何を書けばいいんですかね？漫画って自由なので、何を書いてもいいんですよ。せっかく月城さんが書くので、自己紹介になるような、なるほど。見た人がもっと月城さんを好きになってしまったりとか、もっと詳しくなってしまったりとか、逆にもっと知りたいなって思ってしまったりとか、するようなものを書いたらいいんじゃないかなと思うので、まあ自由です。ですけど、今回は私は月城さんは自己紹介になるような。自己紹介。確かに初めて4コマ書くし、いいかもしれないですね。自分のことについてじゃあ4コマで書いていきたいと思います。まあ先生は2度目ましてなので、まだ多分月城のことあんまり知らないと思うんですよ。いやもう本当。日本の女性声優ってことは多分知ってくださってると思うんですけど、それ以外のことあんまりまだ知ってくださってないですよね。いやー知りたいなー。本当ですか？じゃあちょっと月城今日資料用意してきたんで、ちょっと見てもらってもいいですか？この辺の。自己 PR をちょっと考えてきました。はじめまして、声優の月城里奈です。静岡県の出身です。小さい頃からアニメが大好きで、学生の頃までは美術大学に通っていて、作り手になることが夢だったんですけども、その中でアニメってすごいなっていう風にアニメに出会ってしまって、やっぱアニメのそのキャラクターに命を吹き込む声優っていう職業って、なんかやりがいすごいありそうだなと思って、声優を目指し始めたんですよ。で、今は声優として日々楽しく頑張っております。素晴らしい。もうここまでは輝かしい自己 PR ですけど。オーディションかなみたいな感じですよね。ここからは、言いたくないんだが、ちょっと言いたくないんだが、中学時代に中二病になってしまって、眼帯をして学校に行ってました。こじらせ系だったんですよ、結構。そう。友達いっぱい欲しかったし、友達ってできるもんだと思ってたんですけど、5月になっても6月になっても7月になっても友達ができなくって。でしょうね。辛い。で、友達できないんだったら、インターネットって無限大だなって思ったんですよ。で、ニコニコ動画にハマって、学生時代に生主としてちょっとやってました。今はもうね、データとかないんですけども、そう、ニコ生とか、歌ってみたとか、踊ってみたとかを、ちょっとわからないなりにやってる学生時代で、テニス部やってたんですけど、半分帰宅部みたいな。テニスやってるってことが結構ステータスじゃないですか、学生時代って。一応運動部だし、花形の部活だし、一応やってたんですけど、本心としては家に帰りたいと思ってて、もう家帰ったら速攻インターネットポチーで、カタカタターンの時代を送ってたんですよ。インターネットで生活してきました。なるほどね。このエピソードをうまいこと4コマにしたいなと。アンジュ先生といえばバズらせだから、ここをちょっとどうみんなに魅力的だなって思ってもらえるかみたいなのをちょっとご教授願いたいなと思っております。大きなバズって今回は狙わなくていいと思うんですよ。見た人が思わずいいねしてしまったりとか、月城さんのフォロワーさんな人がみんないいねしたら何千いいねとかなるじゃないですか。確かに。なんか本当既存のフォロワーさんがいいねって思ってるものを書くことで、その人たちがもっと拡散するし、そのいいねつけたりリツイートしたことによって他のフォロワーさんだったりとか、他のファンになるような人に届いて、超バズを目指していくみたいな感じの。今なんかいいねすると勝手に出てきますよね。そうなんです。インプレッションを少しでも多く取っていきたいなっていうのが今回の超バズになっちゃうんですよね。やっていきたいなと思います。で、漫画っていうのは、4コマだと、たくさんの要素が入れられないんですよ。そうですよね。シンプルですもんね。コマが4つしかないので、まあ、入れても2、3要素
なので、なるほど。月城里奈ですっていう、名前何かと何か入れても2、3要素ぐらいかなっていうのがあって、4コマ漫画って簡単に言うと、起承転結っていう中国の話の作り方なんですけど、この作り方やれば誰でも面白く話しかけるでっていう書き方なんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです。知らなかった。4コマ漫画って本当に全然起承転結を使わなくてもいいんですけど、今回はその基本にのっとって、起承転結が基本の木っていう。そうやった方がいいのかなと思います。なるほど。で、客観的にですよ。月城さんめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い可憐だし、声も可愛いし。可憐だそうです。起承転結の起承の部分って、可愛いとか、別に自分は可愛いとは言わないけど、綺麗な部分を見せる。綺麗な月城を見せる。綺麗な月城を見せる。天っていうのはいきなりこう変わるんですよ。なるほど。転じるじゃないですけど、そこで闇の時代をちょっと香らせていくってことですかね。場面転換で急に変わった方が確かに、この漫画どうしたみたいな。なりますもんね。ただもんじゃねえみたいな。可愛いだけじゃないよとか、綺麗な声声優からやってるだけじゃないよっていうところをみんなにこう知れたらおもろいかな。最初の2コマは、名前と、今やってるこの声優をやってますっていうのと、転じるのところで中二病時代の話とか。実は中二病で、みたいな。オチのところは逆に何でもいいなって思って、初めて4コマ漫画挑戦したから、いいね押しといて。でもいいですし、何か読者に対して行動をお願いしたりとか、自分がやってほしいことか、なんか宣伝とか、なんかそういうのを入れてもいいのかな。なるほど、なるほど。例えばじゃあ、友達がいない学生時代を過ごしたので、これを見た人はいいねを押して友達になってね、みたいな。そう、めちゃくちゃいいよ。本当ですか？やった。オチじゃなくてもいいってことですね。そう。なるほど。難しく考えたりとか、面白くしなきゃって考えなくても、起承転のところで、面白いエピソードが入っているので、ケツは何でもプラスになってくるから、友達欲しいからいいねして友達になってくださいねはめちゃくちゃいい。嬉しい。やっていきましょうか。やっていきましょう。はい。それでは早速書いていきたいと思います。イエーイ。先生、何から書けばいいですか？何から書きましょうか？セリフがそのキャラクターなのかってどっちが先とかってありますか？でもセリフからやっていいと思います。なるほど。4コマ漫画ってこう横長じゃないですか。なのでセリフはこことここどっちも入れられます。こういうことですか？そう。ここに 2行とか3行、ここに2行3行みたいな形で入れることができます。なるほど。こんにちは。皆さん、こんにちは。月城里奈です。声優の。で、私は入れた方がいいのかなって思うのが、静岡出身で、実は美大出てるんです。なるほど。静岡県出身で。いいですね。2コマ目で、大学時代に声優という仕事の奥深さを知り、今声優業でやっています。なるほど。言葉をかぶんない方がいいね。学生の頃までは作り手になるのが夢でしたが、アニメに命を吹き込む仕事の奥深さを知り、声優として頑張ってます。声優として頑張ってます。2コマできたぞ。2コマできてるぞ。漫画って面白いところは、もちろんセリフもあるけど、心の声みたいなのを入れるんですよ。ウニフラッシュみたいな。嘘だけどねみたいな。嘘じゃないですよ。本当ですよ、これ。わかります。本当なんですけど、心の声みたいなのも入れても面白いのかなと思って。じゃあ、例えば、大学時代ではたくさん友達に囲まれた学生生活を送ってましたみたいなことを嘘で書いて、ウニフラッシュで、まあ嘘だけどね、みたいな。も可能っていうかね。それをオチにもできるけど、今回は点で中学時代は、みたいな形で。中学時代は、中二病っていうのを言わずに、絵で中二病を。眼帯の女性を描くみたいな。なるほど。眼帯、友達0人。なぜ私は孤立するのかみたいな。当時ハマってた漫画が、爆道とか、その魔術とかのなんかこうセリフみたいなのがあって、謎の呪文は考えてましたね、自分で。インターネット最高みたいな。私の居場所はネットしかないのか。我が居場所はネットしかないのか。私の友達第一印象がそれがしでした。そう。自分のことそれがしって言ってました。さすがにそこにはなんなかったんですけど。病が進んでる人はそれがし。そうですね、それがしですね。友達がいなかった。友達がいなかった。
これはいいエピソードですよ。やったー。そんな月城ですが、みたいな形でいいねして友達になってくださいね。そんな。やっぱり友達いっぱい欲しいので。やっぱり、そうですね。切実に。どう完ですか？成ですよ。完成しました。この作業のことを何て言うんですか？ネームを切るみたいな。ネームを切りました。はい、ネームを切りました。あとはイラストを入れてみる。全部真正面からやるとつまらない。絵がつまらなかったりとか。そうそう。最初は足で言う。ここぐらいまで。太ももの真ん中ぐらい。そうそう。を横から見る。動きのある絵みたいな。アイドルみたいな。なるほど。アイドル感ある1コマ目。で、静岡ってなんだろう、わさびとか？わさびか、お茶、あと、うなぎとかですかね。ああ、いいじゃないですか。うなぎと、なんで書いたかっていうと、俺も静岡出身なんだよね。っていう共感だったりとか、静岡結構行きますとか、そういうコメントがもらえたり。なるほど。同じような境遇の人とかにちょっと共感を狙えるってことですか？そうなんです。そうなんです。文字で説明するのもいいけど、イラストを入れると絵的に可愛くなるみたいな。この学生時代の時は、学生時代何かものを作ってる姿で、ここはなんかアテレコっていうんですか？アテレコをしてる、なんかみたいな。声優の姿って感じですね。右端は自分が何か書いてるみたいな、一人で。一つのコマの中でも場面転換を持たせるってことですか？そう。なるほど。なんか、そう。いいですね。なんか漫画になってきましたね。めっちゃ漫画ですよ。すごい、さすが先生。で、3コマ目はもうほぼできてて。これできてんの？いいんですか、これ。できれば、なんか中二病っぽいポーズ。難しいな。なんか、まあでも眼帯してるから、眼帯にみんな注目してほしいから。指食いみたいな。先生はありますか、ちなみに。まああんまりないけど、アニメのキャラクターにラブレターを書いてたね。それはでも、いいと思います。すごい。だっているし、キャラクターは実際に存在してるから、全然いいと思います。私は好きなアニメの作画監督にラブレター書いてました。すげえな。こんなに素敵なキャラクターを生み出してくださってありがとうございます。みたいな。まるまるは何秒ぐらいの作画がめっちゃ良かったです。めちゃくちゃオタクだな。やってましたね。そう。できました。やっちゃってますね。やっちゃってますね。ケツですね。まあ、ケツですね。なので、いいねボタンってハートじゃないですか。確かに。だから、できればハートのマークをするのか、それともなんかハートマークを入れるのか、なんかそういう風に文字を読まなくても視覚的にもいいねを押したくなっちゃうような。なるほど。ハートを書きますか？ここにでかく。そうですね。書いて。指みたいな。これですみたいな。確かにこの辺に書いて。いいですね。できました。完成。下書き完成ですね。下書きができるだけでなんか一気に漫画っぽくなりました。素晴らしいですよ、本当に。ではじゃあ、開始ですよ。やっていきます。このなんか手書きの字も味だなって思ってもらえたら。そう。完全に写植を入れる人もいれば、もう手書き字がいいからって言って手書きで全部書いてる人もいるんですよ。先生は漫画描くときは字は PC でやっちゃいますか？ PC でやっちゃう場合もあるし、出版社さんが打ってくれる場合もあるんですけど、手書きもあるんですよ。あまりにも漢字が間違いすぎて、なんか未来の未の字とか、どっちが長いかみたいな。めっちゃわかります。簡単な感じの脱字。わかります。5字みたいな。激ヤバ10。友達がいなかった。4コマの書き方を今までセミナーとかでやったことってありますか？ないんだよね。そうなんですね。すごい教えるのが上手だから、本当？なんか講師のご経験とかあるのかなって思いました。じゃあやろうかな。字が書けました。素晴らしい字が書けました。ここからはセリフの吹き出し？書いてほしいなと思うんですけど、いろんな種類があるんですけど、最初の1コマ目はキャピッとしてるので、段をつける雲みたいな。上手に書けるかな？ハッとして。いいですね。こうあって。どうですか？いいです。こっちはキャピっていうよりかは真面目な部分を出したいから、普通の丸のやつ。じゃあ最後は雲っぽい感じで。できました。もうほぼほぼ漫画ですよ。本当ですか？完成に近づいてきました。漫画って
なんか書いてみると楽しいですね。難しいな、敷居高いなって思ってたんですけど、楽しい。嬉しいです。起承転結さえ押さえとけば、何にでも使えるし、これを崩すやり方もあるけど、ちょっとレベルが上がるけど、起承転々とか変なの入れるみたいな。たまになんでこんなキャッチーなんだろうって漫画ありますよね。うなぎがめちゃくちゃいい感じなんで。ちょっとたらこ唇になっちゃったんですけど、めちゃくちゃいいです。先生はどういう学生時代を過ごされましたか？なんか、すんごい太ってたんですよ。あ、そうなんですか？全然想像できない。70キロ近くあって、メガネで。でも、学校の雰囲気がすごい良かったので、すごいデブだけど、目立ちたいって思ってた。目立ちたがり屋だったんですね。なんか、笑いが取れるデブみたいな、お笑い系だったのかもしれない。中二病の顔になってますよ。ここにハートのチョーカーつけて、ましたね。やばー制服にってこと？制服にです。そっか、制服を着せよう。そうだね、制服着せて、制服で眼帯でハートのチョーカーつけて、ハーフツイン。ハーフツインで行ってました。激ヤバー。可愛いけどね。それが良かったんですよね、一番。それはいいと思ってやってるってこと？いいと思ってやってました。いけてるみたいな。そう、いけてると思って。魔法陣いいですね。できました。はい。点ができた。ラストですよ、はい。いい漫画になりましたね。嬉しい。こんな感じかな？素晴らしい。できました。パチ。ちゃんと起承転結もついていて、私のことを初めて知るよって方も、多分これだったら知ってもらえるし、あ、この子そういう感じなんだみたいな点もありつつ、じゃあしゃあねえな、いいねしてやるかみたいなオチもあるし、ありがとうございます。素晴らしい作品が生み出されました、この世にまた一つ。はい、というわけで、初めての4コマ漫画が出来上がりました。先生のおかげで楽しく描けたし、なんか作品としてちゃんとできたかなって思いました。つくしろさんのエピソードがめちゃくちゃ面白かったからこそ、この見た目で、かつこうギャップがあるから作品としても面白くなったので、ぜひいろんな人に見てもらいたい作品になったなと思います。皆さんもぜひいいねして私と友達になってください。よろしくお願いします。ということで今日の動画はここまでとなっております。先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんかもし漫画を描いてみたいよって方いたら今日のノウハウを活かして制作してもらえたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。